どうも、単独歩行者です。パニ散歩ではパニガーレに乗っていろいろなところを巡り、おすすめスポットをご紹介しています。本日は三菱1号館美術館に行きたいと思います。三菱1号館は1894年、明治27年、開国直後に日本が招いた米国人建築家ジョサイア・コンドルによって設計され、東京丸の内に建てられた三菱初の洋風事務所建築です。この建物は19世紀後半の英国で流行したクイーンアン様式を全館に採用しており、当時は三菱合資会社の銀行部が入居するほか、3階建ての事務所として貸し出されていました。老朽化により1968年、昭和43年に解体されましたが、40年余りの時を経てコンドルの設計に基づき同じ地に復元されました。復元にあたっては明治期の設計図や解体時の実測図、文献、写真、そして保存された部材を徹底的に調査。階段手すりの石材など一部の部材を再利用し、建築技術や製造方法まで忠実に再現するという実験的な試みも行われました。19世紀末、日本の近代化を象徴したこの建物は2010年、平成22年春、三菱1号館美術館として新たな姿で生まれ変わり、今もその歴史と美しさを伝え続けています。三菱1号館美術館は設備更新及び建物メンテナンスのため2023年4月10日から2024年秋まで長期休館していましたが、2024年11月23日に再開館しました。今回は再開館を記念して開催中の特別展、不在トゥールーズ・ロートレックとソフィー・カルを楽しみたいと思います。それぞれの時代を象徴する芸術表現を通じて、不在と存在という表裏一体のテーマがどのように描かれているのかを楽しめる内容となっています。今回はこの周辺を巡る際にいつも利用している東京ミッドタウン日比谷に駐車し、そこから歩いて向かおうと思います。少し距離はありますが、バイク駐車場が広くて空いているのでおすすめです。それでは到着したので早速向かいましょう。この時期の丸の内周辺はクリスマスイベントが盛りだくさんで、散策するだけでも楽しい雰囲気に包まれていますね。今日はお昼時に訪れましたが、夜になるとこの通りはイルミネーションで彩られ、とても華やかで美しい景色が広がります。東京丸の内に優雅にそびえるこの美術館は、クラシカルな雰囲気を漂わせながら丸の内の洗練された街並みに見事に調和していて、本当に美しいですね。1号館広場から望む建物の風景は日本にいることを忘れるほど優美で、見ているだけで心が奪われます。それでは施設の中に入ってみたいと思います。館内は当時の雰囲気をそのままに、美しい漆喰の白い壁と深みのあるダークな木がクラシカルで重厚な印象を醸し出しています。施設の紹介はこの辺りにして、早速再開館記念展を見に行きましょう。アンリ・ド・トゥールーズ・ロートレックは名門伯爵家に生まれ、1891年のポスタームーラン・ルージュ・ラ・グーリュで成功を収めました。リトグラフ技法を駆使した版画や油彩画を多く残しましたが、ポスター画家としての評価が先行し、没後もフランス国公立美術館には油彩作品が受け入れられませんでした。その後、友人で画商のモーリス・ジョアイアン大族と協力し、フランス国立図書館への版画寄贈やアルビー・ロートレック美術館開館に尽力。ロートレックの全体像を評価する道を開きました。現代フランスを代表する美術家ソフィー・カルは1979年から制作活動を開始し、自伝的作品「本当の話」や失恋体験をテーマにした原曲性劇図など、テキスト、写真、映像を融合した作品を数多く発表。本展では不在をテーマにソフィー・カルの代表作を紹介。家族の死にまつわる自伝や写真に刺繍されたテキストをめくる構造が特徴の、なぜなら絵画の盗難をテーマにした
あなたには何が見えますか？ピカソの不在を表現した監禁されたピカソなど多彩な作品が展示されます。撮影可能な作品は一部でしたが、どの作品もとても魅力的でした。興味を持たれた方はぜひ実際に足を運んでみてください。本日はこんな感じで三菱一号館美術館を堪能しました。三菱一号館美術館にはずっと行きたいと思っていましたが、ついに訪れることができ、本当に感無量です。美しい建物と素晴らしい展示が揃い、とても楽しめますので、皆さんもぜひ丸の内のクリスマスイベントと合わせて美術館にも立ち寄ってみてください。余談ですが、夫妻といえばルーブル美術館のモナリザは一度盗まれたことがあるんですよ、というこすられすぎた雑学をお伝えしつつ締めたいと思います。また動画も上げますので、チャンネル登録していただけると嬉しいです。X や Instagram もやっていますので、そちらのフォローもお願いします。では、また次の動画で。